皆さんこんにちは。さやジャパニーズポッドキャストへようこそ。今回のエピソードはゲストをお招きしています。さやズジャパニーズスクールで教えていただいている由美子先生です。では由美子先生、今日は、お越しいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。はい。では軽く自己紹介をしてもらえますか？はい。皆さん、こんにちは。さやずジャパニーズスクールの由美子です。私は主に上級者さんにビジネス日本語や敬語、あとは上級者向けの日常会話を教えています。で、あと、プライベートではですね、7歳の子供がいるシングルマザーをやっています。なので今日はちょっとその経験を皆さんにシェアできればなと思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回由美子先生と話したいことがその子育てについて、日本の子育ての実態なんですけれども、なぜかというと、結構日本って子育て大変なんでしょみたいなことを周りから聞かれるんですね。日本人じゃない周りから聞かれるし、で私もニュースとかを見ていると、もう本当に大変なんだなって思うことばかり。例えば少し後でもっと説明しますけれど、待機児童とかニュースでもすごく見る時期があったので、本当に大変なのかっていうのを実際に子育てした方に聞けたらいいなと思って、今回お呼びしました。はい、ありがとうございます。いろいろ質問したいんですけれども、その前に、ちょっと数字的なところで日本の出生率とか子育てがどんな実態なのか、今から説明していきますね。とですね、まず出生率がどれくらい低いかっていうのをスタティスタっていうプラットフォームで見ると、2024年の日本の出生率の低さは世界16位ぐらいです。でも意外に私が今住んでいるスペインよりも高いです。で、他だとイタリアとか、ギリシャとかですね。で、アジアだと、台湾、韓国、シンガポール、香港とかが一番上の方に、もう台湾が世界最悪という感じです。国内では日本の出生率は、70年、1970年以来毎年、下がっています。ではなぜ出生率が減っているのか、子供が欲しいと思う人の割合が減っているのか、え解き明かそうと思うんですけれどもまずさっきちょっと触れた待機児童についてですね。これを私がもう子育てしていない私でもニュースですごくよく聞くので、それについて聞きたいんですけれども、まず待機児童とは、そうですね、保育園に入りたいけれども保育園の定員オーバーなのでなかなか入れないくて、なぜかというと保育園の数とか保育園で働いている人の先生の数に対して子どもの方が多いので、入りたくても入れなくて、で何ヶ月も待ったりとか、生まれた瞬間から登録してずっと待機リストに入っていたりする、待機リストは wait list ですね、に入っていたりするということです。由美子先生はこの待機生徒、待機児童でやりましたか？そうですね。私も子供が生まれてから、当時住んでいた町の待機児童率とかいうのはスマホで調べて、割と
地方ですけど大きな町だったので、待機児童にもしかしたらうちの子もなってしまうかもしれないっていう、予想してました。なので、いろいろ待機児童にならない方法とかを調べたところ、やっぱり0歳の4月に入園するのが一番入りやすいっていう情報を得ました。日本の、保育園とか幼稚園、小学校は全部4月に始まるので、0歳の4月が保育園の一番下のクラスのスタートする時なので、その時の定員はもうマックス、空いている状態なので、そこに申し込むのが一番いい。途中入園が難しいってことですよね。そうですね。うん。5月とか6月、もしくはそれ以降、4月以外になってしまうと、スタート入園ではなく途中入園になってしまうので、もうそれは、望みがかなり低くなるという感じですね。で、うちの子供は生まれたのが7月だったので、4月の時に0歳8ヶ月かなになるので、まあ本当は1歳まで会社を育児休暇っていう制度を使って休むことはできたんですけれども、1歳7月まで待って7月に保育園に入りたいってなると入れない可能性が高いので、育児休暇を早めに切り上げて4月に職場に戻るっていうことにして、0歳4月に、保育園に申し込みました。うん。なので本当はその育児休暇しっかり、使って1年間子供と一緒に過ごしたいところを、その待機児童にならないようにもう8ヶ月で保育園に入れてしまわないといけなかったということですね。そうですね。できることなら1歳まで一緒に家で、可愛い時期なので一緒に過ごしたかったですけど、まあ仕事に戻るためには仕方なく4月に申し込んだという形です。で少し付け加えると、その待機児童が起こる原因の一つに、保育士が不足しているっていうのと、その保育士さんの給料が低いので誰もなりたくないっていうことがあります。うん。で今産休とか育休について触れていたんですけれども、それは取るのは簡単でしたか？そうですね。女性の産休、育休については、もう取るのが当たり前な文化はあるような感じだと思います。私も、私の周りの友達も含めて皆さん、産休、育休、そうですね。人によって長さは若干違いますが、皆さん当たり前に取ってると思います。この前生徒と話していて、生徒はフリーランスさんなんですけれども、初めて会うクライアントから開口一番に「あなたの赤ちゃんは今眠ってるの？」みたいなことを言われて、で「いや子供いないです」って言ったら、その後でなぜそれを聞いたかっていうと、やっぱ子供いると働きづらいからいない独身の人が一番いいんだみたいなことを言われて、いまだに2025年であるんだって思っちゃったんですけれども、由美子先生はそういう経験はされませんでしたか？でも今の話聞いて思い出したんですけど、いました。クライアントさんで、私自身が言われたわけじゃないんですけど、他の子がそのクライアントさんに言われたっていう話を聞いたんですが、割と年が5、60代ぐらいのおじさんの方で、担当する人に子供がいるかどうかっていうのをすごい気にしていて、なぜかというと小さい子供、小学生以下、幼稚園のぐらいの子供や赤ちゃんがいると、
急に熱が出て、こう、休みますとか、会議を、スケジュールを変えてくれとか、そういうことがあるので、できれば子供がいない人に担当になってほしい、みたいなことを言われたっていう話を聞いて、私もすごくびっくりしたし、ショックでしたね。じゃあ同じ会社の中でもその担当が子供がいるかいないかっていうのをクライアントが気にしているんですね。そうですね。なんかその仕事を探している時に子供を作る予定があるかみたいなのを面接で聞かれるっていうのはすごくよくありますけれども、実際に会社に入ってからもそういう顧客のせいで自分が担当できるプロジェクトが減る可能性はあるっていうことですね。そうですね。うん。実際に育休を取ってみて、マタハラ、マタニティハラスメントかなっていうのが、えっと、日本の法律上のハラスメントとしても設定されていて、で、それは例えば育休から帰ってきたら、給料が減ったとか、こうマタニティをハラスメン育休を取ることに関してすごく嫌味を言われるとか、そういうことを指すんですけれども、そういうのは大丈夫でしたか？そうですね。そういう嫌味とかは特になくて、本当に私が当時いた会社の方は優しい方が多かったので、まあ子供さん元気とか、あの、なんか風邪でもひいたら大丈夫ってこう心配する声をかけてくれる方はすごく多かったです。なので嫌な思いはしてないんですけど、まあハラスメントではないですが、ちょっと、育休終わって自分が仕事に復帰した時に、会社としては配慮のつもりだとは思うんですが、私が育休を取る前に担当していたお仕事から、育休が終わって職場に戻ってきてから、担当することになった仕事内容が、やっぱ変わってしまったんですね。それは、私が子供がいて、時短勤務、皆さんより早く、帰るので、ちょっと今までと同じ仕事は申し訳ないけど任せられないみたいな、まあ、直接言われたわけではないですが、ちょっとこっちの方が、今のあなたには合ってると思うよみたいな感じで仕事の内容を変えさせられたっていう経験もあります。ただ、そうですね。私の受け取り方は、もう、ありがたいなっていう気持ちもありますけど、ちょっと悔しいな。もう少し今までやってた仕事を頑張ってみたかったなっていう気持ちもあって、まあ、半分半分です。はい。そうですね。確かに向こうの気持ちも分かるっちゃ分かりますよね。どうしても時間をたくさん使わないといけない仕事ってあるので、なんかそれが時短勤務だと不可能って言われちゃったら、もうそうですかとしか言いようがないですよね。そうなんです。なので、まあ最終的には諦めざるを得なかったんですが、まあ心の中ではちょっと悔しさは残りました。そうですね。なのでなんだろう、子供がいるかどうか聞く人もそうですけれども、もちろん聞くのは本当に今だとハラスメントなので論外としても、実際に子供がいたら仕事と両立するのが大変っていうのは事実なので、政府とか国は、あとは年上の方は子供を産みなさい、もっと子供を産みなさいって言いつつ、実際に産んだらなんかそんなにすごく優遇されるわけではない、結構面倒くさがられることが多いっていうのが、実態ですかね。そうですね。すごく感じますね、それは。男性は育休を取るのが今は普通ですか？私が子供を産んだ7年前は、
まだあまり多くなかった印象です。ただ、今、最近、自分の友達とか、あと姉も最近子供を産んだんですけれども、なんか、その子たちの旦那さんは、みんな育休を取ってます。まあ短い人で1ヶ月、長いと半年ぐらいかな。なので、取ってる人が多いなっていう印象で、なんか私の予想なんですけど、多分コロナを経て、コロナでリモートワークがすごい、広まっていったことが原因というか理由で、なんというか、まあリモートでも仕事できるじゃんとか、結構仕事の効率性も上がったこともあって、男性の育休取得率も上がっていったんじゃないかなっていう、まあ私の予想です。うんうんうん。まあ確かに男性が家にいるっていうのがこう普通になってきましたよね。こう私の実家でも、母親はもう絶対外で働かないといけない、学校に勤めているので家を出ないといけないんですけれども、父が結構ずっと家にいて、でそのせいで、3食作って全部家事をするっていう役割交代になったんですね。まあ私が子供の時20年前とかは本当にこう女性が家にいて男性が外で働くっていうのが普通だったので、こうその時母親は本当に、それこそ母親も、私が小学校に上がってから仕事をフルタイムで始めたので、フルタイムで働いて帰ってきてご飯作って全部家事して、でまた朝行くっていうのをこうほとんどワンオペっていうのはワンオペレーションっていう一人で家事をすることなんですけれども、ワンオペでやっていたので、まあなんだろう、役割交代しても全然いいかなと私は思ってるんですけれども、ただですね、数字を見ると、政府が発表したその育休取得率ですね、によると、じゃあ2023年の女性の、育児休暇取得率が84%、男性が30%で、たったそうですね。たった3、4年前だと7%とかなので、本当にこの過去数年でぐっと上がっている感じですね。うん。で、ただ、女性の場合、一番多いその80%のうちの32%が12ヶ月以上18ヶ月未満の育児期間、育児休業期間であるのに対して、男性の大半は、3ヶ月未満なんですね。人気なのが1ヶ月以上3ヶ月未満、次に人気なのが5日以上2週間未満なので、まあ男性が取り始めてるといえども、まあ5日取ってくれたところでちょっと産んだ直後の世話はしてくれるかもしれないんですけれども、まあ育児ってね、その後1年間2年間とかかるものですからね、あんまり役に立たないというか、こう実際にがっつりとって世話をしてくれるっていうのはあんまりまだ主流ではないという感じですね。なんかちょっとうろ覚えの記憶で申し訳ないんですけど、確か、ここ数年で男性も育児休暇を取ると、健康保険料とかがちょっと安くなるみたいな制度が始まったっていうのをちょっと聞いたことがあって、それもあって、取得率自体は増えてるのかなって思います。ただそれが何日以上みたいなのが多分あって、もしかしたらその5日未満の人は形式的にとりあえず取って、まあ、税金安くしてとかみたいな
理由かもしれない。ちょっと情報が定かではないのですいません。子供を持っている人とか子供を産んだ人に対する給付金とか控除とか、政府からの経済的な支援ってありましたか？そうですね。まず最初に、出産一時金。ちょっと名前が曖昧ですけど、出産した時にもらえるお金っていうのがあって、まあ、もらえるといっても、その健康保険を通して、出産した病院に直接、出産にかかったお金を払ってもらえるっていう制度で、今は50万円払ってもらえるそうです。はい。ただ、最近出産した姉に聞きましたら、50万円はもらえるというか、代わりに払ってもらえるんですけど、実際に出産にかかったお金は50万円よりもっと多かったので、結局自分たちで、まあ、20万円とかは払わないといけなかったっていう話で出す。産って何にそんなにかかるんですか？前の前日入院費、当日、例えば帝王切開とかしたらそんなにかかるってことですか？いや、普通分娩でもそれぐらいかかります。私も何にそんなにっていう感じですけど、まあ、えー、一つの大きな手術をしたみたいなイメージなんでしょうかね。そへの、え。産む時の分娩費用と、あとその後5日間とか7日間は入院しないといけないので、その入院費用も含めての、えー全部で、まあ、うん。50万からまあ70万とか、そんな感じでなるすね。ほど。はい。なんかあれですね、もしかしたら私あの扁桃炎扁桃腺でを取り除いたことがあるんですけれども、その扁桃腺を取り除くのもその後10日間入院しないといけなかったんですね。なぜかというと食べれないので点滴で栄養入れないといけないみたいな。でその話を外国人の友達にしたら、もう自分は取ってその場で家に帰ったって言っていて、まあその日のうちか次の日みたいな。なのでなんかそれ聞いて、もしかしたら日本ってなんだろう、泊まっていってくださいっていう期間が長い。日本ってすごい丁寧じゃないですか。で丁寧だし、あとはリスクを取りたくない。もし返しちゃって患者が体調を悪化したりしたらすごく責任問われるので、まあ年には年をっていう文化が少しあるので、なんかそれで入院する日にちとかも長めなのかもしれないですね、もしかしたら。うん。そうですね。なんかヨーロッパとかの出産された方は、出産後2日で退院するとかっていうお話は聞いたことあるので、そういうね、ね、意味でも日本長いですね。長めですうね。んうん。他には給付金とか支援金とかありますか？そうですね。まず子供にかかる医療費っていうのが、まあ、自治体によって違うかもしれないんですけど、今私が住んでいるところは、中学生まで確か無料です。なので、何回子供を、病院に連れて行っても、あの、支払うお金は、0円っていう、えっと、そうですね、援助があるのと、あとは、毎月児童手当っていうお金が、3歳まで確か1万、1人1万5千円。で、ごめんなさいね。金額が曖昧なんですけど、1万円。今私の娘は毎月1万円を、なんか政府から児童手当だよってことで、もらうことができます。まあ、2ヶ月に1回振り込まれるので、なんか2ヶ月に1回口座を見たら、なんか2万円入ってたみたいな、それぐらいなんですけど、
はい、そういうのはありますけど、うん。由美子先生はじゃあその保育園に娘さんを0歳から入れて、で、もうずっと入学までの5、6年は、フルタイムで働いて、夕方迎えに行って、えーという感じでしたか？あ、いえ、実は私はその生活が途中でもう耐えられなくなってしまって、時短勤務して、こう職場に、すいません、お先に帰りますっていう申し訳なさを抱えながら帰り、で、急いで家に帰って子供の世話して家事をしてっていう生活にちょっともう心身ともに疲れてしまったので、途中でもう会社自体を辞めてしまいました。ちょっと体調を崩したこともありまして。その後、やっぱり家でできる仕事、子供を見ながらもできる仕事がないかなと思って、個人事業主としていろいろ、まあ家でできる仕事を始めたっていう経緯はあります。うん。うん。まだそのまあ5年ぐらい前ですかね、数年前なので、まあちょっと個人事業主も少しずつこう普通になってきたという感じでしたが、その時にこう個人事業主として、しっかり仕事を見つけるっていうのは大変でしたか？そうですね。やっぱり、うーん、確かにあの頃はあまり今ほど個人事業主が多くなかった。この若い世代のくなかったので、こう、手探りというか、たくさん調べて、なんか講座を受けたりとかして、なんとかこう、なんですかね。こう調べて頑張ってやっていたんですけど、なかなか安定しない部分があって、収入的にも。これはちょっと、と思ってまた違う会社に入ったっていうことも、はい、ありました。小学校に娘さんが入ってからは、簡単になりましたか、そういうのは？一般的に、小一の壁っていう言葉があるように、えっと、小学校1年生になると、幼稚園や保育園の頃は6時とか7時、8時まで子供を預けられて、で、自分は5時とか6時まで仕事をすることができたのに、小学校になると、急に学校が終わるのがお昼の1時とか、長くても3時とかですね。に子供の授業が終わって、で、最初のうちはそういう預かってくれる学童っていうところがやっていなかったりとか、まあ、学童が始まっても最大6時ですかね、それも。保育園より短くなってしまったりするので、子供が保育園まではしっかり、フルタイムで働けたお母さんも、子供が小学校に入った途端に急に早く迎えに行かなきゃいけないから、もうちょっと私はフルタイムの仕事を辞めて3時、4時までのパートにしましたっていう、あの、お友達の話も聞いたことがあります。うん。その子供が6歳までの方が、会社とか政府からの支援がたくさんあるっていうことですよね。こう例えば時短勤務とかって子供が6歳まではやりやすいけど、それ以降になるとちょっと大変。そうですね。確か、時短勤務自体法律では3歳までなんですね。3歳までは、子供が3歳までは時短勤務をしても OK っていう法律になってるので、実は3歳、4歳以降かなは、時短勤務が使えない会社が多いです。ただ会社によって、小学生6歳まで OK だよって会社独自のルールで OK にしてくれてるところもあるようなんですが、まあ、3歳まで時短が多くて、じゃあ3、4歳になった後は、まあ、保育園で
すごい7時とか8時とかまで子供を預けて働く。だけど小学校になったら結局6時とか5時までしか子供を預けられないのでどうしようってなるのが小1の壁です。うーん。なのでもうまあなんだろう、育児休暇の取得率とか上がってるけど、その会社の柔軟性とかも改善してるけど、なんかその会社とか世の中で見ると、まるで子育ては最初の3年とか6年が終わった後は子供は自立する前提みたいな感じですけれども、実際は子供はもう本当に15歳ぐらいになるまでやっぱりお世話が必要な存在ですので、そこがちょっと矛盾しているんですよね。その6歳になったら支援も全部なくなっちゃうけど、まだ6歳はまだ完全にお世話が必要ですよみたいな感じですよね。そうですね。なんか多分、昔はもうちょっと平和で、子供が小学校1年生6歳の子が一人で歩いて帰っても安全治安が良かっあ、た。私帰ってました。うん。学童が夜6時か7時に終わって、もう冬だと真っ暗だけど、今考えたらはって感じなんですけれども、他の子供同士と年上の人をお姉さんお兄さんとか呼んで、彼らが世話してくれるみたいな。でもその彼らも小学3年生なんですよ。なので8歳の子が6歳の子を面倒見るから大丈夫みたいな感じで、みんなで集団下校するみたいな感じでした。そうですよね。私も確か1年生、2年生ぐらいでもう鍵っ子で、鍵持って自分で帰って、で、家に帰ったら、まあ、勝手におやつ出して食べてで、自転車乗って友達と公園に遊びに行くみたいなことをしてたんですけど、多分、その当時より今の方がちょっと、やっぱり犯罪とかも増えてきてしまっていて、まあ、外を子供一人で歩かせるのは心配っていうお母さんはやっぱり6時まで学童にいてほしい。で、6時になったら私が迎えに行くからそこまで待っててっていうお母さんが多いと思います。私も多分絶対に迎えに行きたいなって思いますし、それが叶わない人はもう GPS 付きのスマホを持たせているのかな。じゃあ私が子供だった15年20年くらい前は誰も迎えに来るなんてことはなかったですけれども、今はその学童保育に行っていても迎えが必要っていうのが主流なんですね。おそらくです。へえ。じゃあ結構アメリカとかだともう本当に家に一人で子供を置いていくっていうのは人によっては虐待だとかいうくらいすごくダメなことって聞いたことがあるんですけれども、日本でも結構それは子供は守らなきゃいけないっていう方向に変わってきているですかね。そうですね。でもやっぱり3年生とか4年生とかそれぐらいになるとみんな自分で鍵持って、まあ私たちとの時代と同じように自分で家に帰って友達とも子供だけで遊びに行くっていうのは、あの、あると思います。1年生、2年生ぐらいがやっぱりまだ小学生になったとはいえ、もう幼稚園児と全然大差ないぐらい、本当もう言っちゃえば赤ちゃんみたいな方なので、すごく危ないんですよね。信号を一つ渡るにしろ。もう全然見てないんですよね。もう下のなんか石とか見たりして、もう車とか全然見てないので、本当に、あの、危ないなって思う方があって、思うので、やっぱり迎えは必要だし、まあ見守りが必要かなっていう感覚はまだ、皆さんあると思うんですけど、まあ3年生ぐらいは、もう鍵かなっていう感じですね。なるほど。確かに0歳から6歳、6歳から12歳っていう制度があるので、その制度ごとに対応が変わりますけれども、実際に
6歳になったばっかりの小学生とかはまだその5歳と同じようなサポートが必要なのに、その制度のせいでこうサポートが受けられないから、じゃあ代わりにお母さんとかお父さんが世話をするっていう感じになってしまっているんですね。うん。そしたらじゃあ一度小学校に上がると、もうそこからは本当に受験戦争に繰り込んでいくみたいな、本当に今日本のちょっと実際の数字忘れちゃったんですけれども、本当に90%ぐらいの人が塾とか何らかの学校以外の教育機関に通うっていうのが普通で、そうじゃないとこういい大学とかいい高校には入れないみたいな感じなんですね。由美子先生も何かこうすでに受験のことを考えていたりしますか？そうですね。私自身も自分が子供の時ものすごく小学校でも中学校でも高校でも塾に行って、もういい高校、いい大学を目指してやってきた人間だったんですけど、やっぱ自分が子育てするようになって、この仕組みおかしくないっていうふうにちょっと感じたんですね。なので今自分の娘にはなんというんですか、塾に入っていい高校を目指す、いい学校を目指すとか、いい企業を目指すみたいなルートには行ってほしくないなと思って、日本の公立小学校ではない、またちょっと別の、学校に通わせています。うん、どんなどこがどう違うんですか？日本の小学校っていうと、やっぱり、みんな同じようにできないといけないとか、テストでいい点を取らないといけないとか、もうそういう価値観だと思うんですけど、今通ってる学校はもうテストもないですし、教科書もない。ただ別に自由にしていいってわけではなく、そのカリキュラムに基づいて、その今の年齢に合ったものを、勉強していくことで、その子自身のいいところを伸ばすような教育を受けさせています。うん、こう個性を伸ばしていくという感じですかね。そうですね。うん、日本の学校に通っているとやっぱりこう個性を伸ばすっていうのは日本の普通の学校だと難しそうだと思いますか？そうですね。もうちょっと私の個人の考えではあるんですけれども、やっぱり日本はもうこういう資格に入る人間を育てるというか、この資格からちょっとでも手足が飛び出ようもんならそこをギュッギュッギュッって押し込めるような教育観だなって思っていて、ちょっと例えば図工、絵を描くうん、授業で、ある子が、太陽は紫みたいな感じに、紫色、じゃあ空は緑みたいに、自分の感覚で書いたとしても、もう先生が、それはおかしいですよ、何々さんって言って直させるとか、あとは、何ですかね、私自身が子供の時に思ったのは、なぜか鉄棒で逆上がりができないといけなくて、できたら体育の授業はすごくいい点が取れるけど、逆上がりができない子は体育の授業ですごい成績が悪くなってしまう。もう逆上がりができるできないってもう社会に出たら何も関係ないし、なんというか、その人の個性じゃないですか、運動の能力って。なのに全員同じようにできるようになるためになんかこう目指すっていう、ちょっとでもずれると本当に息苦しいなって感じてた学生生活だったうので、ん、はい。すいません、質問なんでしたっけ？ごめんなさい。めっちゃなんか、合ってます合ってます。大丈夫ですか？はい。
そうですね。なんだろう、多分カリキュラムとかがあって、これをできるようになる、これをできるようになるっていうのが全部決まっていて、で、それぞれがどれくらい達成できたかによって成績をつけていく。で、まあ、数学とかだったら、数学とか覚えないといけない教科だったら、まだその点数をつけるのも簡単ですけれども、そのさっき言ったように逆上がりができるかとか、なんだろう、リコーダーが吹けるかとか、なんかあんまり将来できてもいいし、できたらできたでいいし、できなかったらできなくてもよくないって思うことまで全部、なんだろう、こうあるべきっていう姿に近づけていくっていうのが、由美子先生は自分が、ご自身が子供のところからちょっと違和感を感じていたという感じですね。ただその由美子先生のお子さんが今行っている学校とかだと、こう今の日本ってやっぱりいい大学に行ったらその大学名を言うだけでも就職がずっと簡単になるっていうくらい、その高校の名前、大学の名前が気にされる時代ですけれども、今後なんだろう、社会に出ていくにあたってそういったところは不安とか、もしくはなんだろう、今考えているプランとかはありますか？そうですね。なんかもう、娘が学校を卒業する時に、もし娘が大学に行きたいと思ったら挑戦すればいいし、その時にいい大学というか、まあレベルが高い、学力のレベルが高い大学に出て、そこを卒業したっていう資格が欲しいっていうんだったら、そこを頑張ればいいと。そうですね。まあ実際私もすっごいもう1日14時間とか勉強して受験生時代頑張って大学に入りましたけれども、今その自分の大学名をスペインに行っても誰も知らないし、そういい大学に行ったからといって今知識とか勉強する能力がなかったら誰にも評価されないし、今してる仕事も全然関係ないので、まあ、もし将来的に日本のそのなんだろう、システムの中でうまくやっていきたいなら、もちろんその受験していい大学入ってっていうのが一番楽ではあるかもしれないけど、でもそのなんだろう、なんかネズミが走る歯車みたいななんかそのシステムの中でただただ一生懸命働く人、つまらないって言っちゃダメですけれども、みんなと同じように一緒に働く人になりたくなかったら、子供の頃から少しでも個性を出せるような環境にあるっていうのは本当になんだろう、恵まれているというか素晴らしいことだと思いますね。ちょっと口が悪いですけど、私も本当に日本の今の学校教育っていうのは、もう企業にとって都合のいい人間を育てる、国にとってかな。とにかく、あの、このシステムが一番いいものだ。このシステム以外にないって思わされて、まあ、他を知らずに走り続けるネズミというか、を育てる学校教育になっちゃってる。他の世界があるんだよっていうのを見せないような学校教育になっちゃっているような気がして、で、まあそれに気づかずというか、それが別に合ってるし、全然不満もなく今過ごされてるし、それで全然幸せな方もいらっしゃるので、別にそれが完全に悪とか悪いっていう意味ではないんですけど、なんかまあ、私の場合は、ちょっと海外に留学したりとか、ちょっと他の世界を見る機会があって、やっぱり、あれ、私が今まで信じて進んできたこの仕組み、このルートって、ただ、なんでしょうね。一つの選択肢でしかなくて、他にはもうものすごくたくさんのルートがあったんだっていうことに、あの、
気づけた。で、気づいた人はちょっと違和感を持って行くのかなと思います。それではちょっと日本の改善すべき点についていろいろ話したんですけれども、日本で子育てしてよかったなとか、こ助かったこととかってありますか？そうですね。なんか私、これだけ日本の公立教育、公立小学校、中学校の教育は嫌だって思っていたのに、なぜ結局子供は日本の学校に通わせてるかっていうところをお話ししたいんですけど、あの、もちろん海外の小学校とかもすごく探したんですね。海外にも引っ越して、オーストラリアとか、東南アジアのマレーシアとか、最近教育で移住される方も多いので、そういう小学校もいろいろ探したんですけど、やっぱり私は日本っていう国がすごい好きで、日本文化も大好きですし、日本人の精神性とか気質っていうのは、学校教育がちょっと、あまり良くなくても、あの、そこは変わってない日本人の精神性や気質、謙虚さとか、なんかそういう、礼儀正しい部分とか、そういう部分は変わってなくて、そこがすごく大好きなので、うんと、まあ、に、娘も日本人として生まれたので、日本で育ってほしいなって思ったんですね。で、何がその日本人の良さみたいなのを、キープできてるのかなって考えたときに、私なりの結論ですけど、やっぱり日本語の力がすごい大きいんじゃないかなっていう結論に至ったんですね。なんか話す言語が違うと性格が変わるっていう話あるじゃないですか。私も流暢ではないですけど、英語と中国語、ちょっと話すことがあって、英語や中国語を話すときは、日本語を話すときよりもちょっと大胆で明るくなるんですけど、やっぱ日本語を話すとどうしても謙虚とか、ちょっとシャイな部分も出てくる。で、日本語のその言葉自体にそういった、なんか、言葉と精神に関係してくる部分があるのかなと思って、やっぱり娘にも、まずは日本語、海外の小学校に行くと英語で授業を受けることになってしまうので、まずは娘には日本語を勉強して、日本語で授業を受けて、自然と日本語から日本人の気質とか心っていうものを身につけてほしいなと思って、公立小学校ではないですが、日本の学校に入れることを決めました。わかります。でも私ももし子供ができたら、作る予定はありませんが、もしいたら、日本にいてもスペインにいても絶対日本語を学ばせたいし、その学ぶというか日本語母語になってほしいし、日本のこの美しい文化を知ってほしいし、あとはそのなんだろう、日本人しか持ってないこのなんだろうな、美しいすごく詩的な表現とか、こなんだろう、木漏れ日とかそういう詩的な表現とか、あとは言葉から来る礼儀、そのちょっと言ってくれましたけど、そういうのも自然に身につけてほしいので、絶対にそれは私も、あとは日本食好きになってほしいとかもありますね。うん。で、あとはこういうふうに私と由美子先生が日本の改善すべき点とかを話し合えるっていうのを、私はすごく特権的なことだと思っていて、というのも、もしじゃあこの会話が言えないよねとか家にダニいっぱいいてこう皮膚病になっちゃって全然勉強どころじゃないとか、そういうすごく基本的なところから来たら、もう教育を改善しようっていうハイレベルな、なんだろう、文句というか、ハイレベルな要求もできないので、
前提としてその日本は清潔でシステムがちゃんと整っていて、生命保険、健康保険もちゃんと、みんなもらえてっていうそのベースがあってこその、より多くをより高きを求められるっていうそこは本当に感謝ですよね。そうですね。今、ちょっと当うん、たり前のことですけど、今、さやさんの言葉にハッとさせられました。はい。そしたら、最後にちょっと無茶ぶりというか急ですが、今由美子先生が日本語がすごく好きっていうことをおっしゃってくれたんですけれども、由美子先生の、授業ですね。私レビューを見て本当に全ての生徒がこう同じことを一つ述べていて、それが由美子先生がすごく丁寧に授業を準備してこうすごく盛りだくさんな中身のある授業をしてくれるっていうのがもう定評なんですね。今聞いている方々にもこう由美子先生が授業でどんなことをしているのか少し紹介してもらえますか？もう、ありがとうございます。おかげさまで。もう私もレビューすごい嬉しいです。励みになっております。そうですね。私のレッスンでは、まず最初のトライアルレッスンの時に、その生徒さんの勉強したいこと、目標、あと悩みについて、割と細かく質問をして聞き出すようにしています。例えば、昔日本に留学していたけど、今は自分の国に帰ってきて、で、今は全然日本語を話す機会がないから、ちょっと日本語力をキープしたいっていう方とか、あと家族に日本人がいて、小さい頃から日本語は話せるんだけど、敬語とかちょっと難しい表現は言えないから、その辺を練習したいっていうような生徒さんもいらっしゃったり、あと、自分でシナリオを書きたいっていうようなちょっと面白い生徒さんもいたりとか、そういう生徒さんには面白い日本語の表現とか、百人一首を教えたりとか、本当に生徒さんに合わせた授業を私も、ちょっと頑張って一緒に勉強するつもりで用意させてもらって、で、一応レッスンの時にこんな感じで準備しました。他に、これで大丈夫ですか？もっと勉強したいことありますか？っていうふうにお聞きして、もう生徒さん皆さん正直に、これで OK ですって言ってくださったりとか、次はこういうことをしたいですって素直に教えてくださるので、私もありがたくじゃあ次はそれ準備しますね、みたいな形で一緒に生徒さんと授業を作り上げていってるような感じです。なので、そのスタイルが良さそうだなって思った方はぜひ一緒に勉強しましょおー。そしてですね、今回のポッドキャストもなんと今1時間半収録していて、でそれでも私はまだもっと喋りたいことがあるっていうくらいで実は由美子先生からもこの前、50分以上のレッスンを検討してくれないかと言われたくらいこうなんだろう会話が盛り上がるというか、盛りだくさんになってしまう授業をされる方なので、ぜひ、由美子先生の授業を、受けてみてください。う。一緒にはい、おはい、話ししましょそれでは由美子先生、今回は、お忙しいところお時間を取っていただき貴重な情報を本当に教えてくれてありがとうございました。う。こちらこそありがとうございました。由美子先生の授業は sayajapanese.com/レッスンから、由美子先生を見つけて、ブックアトライアルからいつでもトライアルレッスンを申し込んでください。それでは今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!